皆さんこんにちは。こちらは TIAC VRDS25XS です。発売は1998年。当時の値段は23万円です。なかなか立派な外観の商品です。このプレイヤーは名前の通り VRDS メカが採用されています。VRDS というのは重量のあるターンテーブルにディスクを圧着させる TIAC 独自のメカニズムです。ディスクの反りや歪みを矯正して高い読み取り精度を実現すると言われています。今回はこのプレイヤーの性能を明らかにしていきます。このモデルのスペックは次の通りです。非常に高いスペックのプレイヤーです。CD の分解能はもともと16ビットしかありませんが、DISA と DAC を4個使った合わせ技によって16ビットを超えるダイナミックレンジを実現したようです。重量が 23kg もあります。これはボトムシャーシに 8mm 厚の鉄板が使われているせいです。これと類似のモデルに次があります。初期のモデルは天板に窓がついていて、メカの様子を見ることができました。しばらくの間、DAC に1ビット型が使われていましたが、95年のモデルからマルチビット方式に置き換わっています。これと並行してエソテリックブランドで商品が作られました。中身はほぼ同じです。今回ご紹介するのは98年に登場した 25XS です。重さが 23kg を超える CD プレイヤーはそう多くありません。この 25XS は長岡哲夫さんが晩年愛用されていたことで知られています。このプレイヤーは中古でしたので状態を確認します。トレイは出てきますが動きが変ですね。手でアシストする必要があります。このプレイヤーの中古はトレイに不具合がある個体が多いようです。足は金属のスパイクになっています。これはスパイクを受けるフットスタンドです。中古ではなくなっていることが多い付属品です。RCA の他に XLR 端子がついています。デジタル入出力端子がついています。これを使ってトランスポートや DAC 単体として使うことができます。今回は DAC 単体として使った場合の性能も明らかにしていきます。出力レベルの調節機能がついています。マイナス20デシベルまでレベル調整ができますが、電源を切るとゼロに戻ります。CD の読み取りや再生に問題ありませんので、このまま測定をしていきます。測定結果を見ていきます。今回はテスト信号を CDR に焼いて測定を行いました。まずは音色を決定づける周波数特性です。CD のフォーマット限界まで完全にフラットです。この CD プレイヤーには音色がありません。歪みを見ていきます。CDP101 は世界最初の CD プレイヤーです。これに比べると少し進歩しています。十分きれいに再生できる限界はだいたいこの辺りです。歪みが 10% を超えるとさすがに目立ちます。実用限界はこの辺りでしょう。
ダイナミックレンジがこちらです。赤いドットは初期の CD プレイヤーです。初期の CD プレイヤーは途中から直線を外れますが、今回のプレイヤーはマイナス 96dB、つまり16ビットの限界まできっちり出ています。DAC モードは DAC 単体として使った場合の限界です。48kHz、24ビットまで受け付けますが、性能は16ビット止まりです。マイナス 20dB はデジタルボリュームを最大に絞った場合の結果です。桁落ちせずに使えるボリュームです。出力インピーダンスを見ていきます。RCA の値が大きいですね。高級機の値ではありません。これだけ大きいとケーブルの長さや相手の影響で音が変わる場合があります。音質を重視するなら RCA ではなくて XLR を使った方がいいでしょう。実タを見てみましょう。全く問題なしです。揺るぎなく安定しています。インパルス応答を確認します。インパルス応答は左右対称にエコーが見える形が理想です。ここは全く問題ありません。このプレイヤーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は今回のプレイヤーです。2番はこちらです。IO データの製品です。PC 用のマルチドライブで DVD の再生に対応しています。このドライブにはディスクをクランプする機構がありません。固定は真ん中にある3本の爪だけです。これはトランスポーターですので、音を出すためにこちらの DAC を使います。重さは2台合わせて 333g です。フットスタンドだけで 700g ありますね。足元にも及びません。この装置をこんな形で使います。ドライブで読み取った信号を PC を経由して DAC に送り出します。この DAC には 5V の電源が必要です。その辺の USB ハブから取りましょう。今回は ABX テストをご覧いただきます。これは最初に A、B2 つの音をお聞きいただいて、次の X が A、B どちらか当てていただくテストです。VRDS のメカは音に関係するのか、DAC には音の違いがあるのか、耳に自信のある方は A、B どちらが VRDS の音か当ててみてください。
古いピアノにもたれてどうでしょう。今まで同様、はっきりした音の違いはなかったと思います。2台の装置を比較して分かったことは次の通りです。読み取り精度を高める仕組みも重さも音に関係しません。こんなものでも普通は間違って読み取ることはありません。これは CD という規格に強力なエラー訂正の仕組みがあるためです。このプレイヤーは23キロもありますが、ピックアップにフローティング機構がない上に足がスパイクになっているせいで振動に弱くなっています。しっかり固定された場所に設置しないと読み取り精度が低下する場合があります。上は今回のプレイヤー、下は比較に使った DAC のアナログ出力です。ほとんど同じに見えますが、歪みが違います。DAC の違いはこのような微小レベルの歪みに現れますが、ボリュームを最大付近にしないと聞こえません。歪みに違いがあると言っても、人間には全くわからない世界です。ところで音に違いがないはずの DAC の音が違って聞こえる場合があります。それは音量が違う場合です。人間の耳は音量の違いにとても敏感です。今まで音に違いがあるとされてきたもののほとんどは単に音量の違いだった可能性があります。VRDS のメリットは曲がったディスクの矯正ができることです。まともに再生できないくらいに変形した CD も再生できるでしょう。普通のディスクを再生する場合のメリットは特に見当たりません。出てくる音は安い PC 機器と区別できないと思います。ではこういうものが意味がないかというとそうではありません。趣味の世界では無意味な過剰スペックや立派な外観が商品価値になります。この製品の価値はディスクを圧着する独自の機構と23キロという圧倒的な重量です。これによって高精度で圧倒的に重量感のある音を使う人がイメージすることができます。このような商品は高額ですが、実際の音に違いがないことを知った上で、その価値に納得できるなら買って後悔はありません。残念ながら CD プレイヤーには寿命があります。トラブルの多くはピックアップとベルトです。ベルトはなんとかなりますが、ピックアップはどうにもなりません。CD プレイヤーのほとんどは値段に関係なく、7年過ぎて壊れたら買い替えになる耐久消費財です。このプレイヤーの場合、ピックアップはまだ使えて、トレイの動作に問題がありました。次回はトレイの修理にトライしていきます。ご視聴ありがとうございました。